皆さんこんにちは、ゆいです。今日も私たちの日本語ポッドキャストにようこそ。こんにちは、あきらです。今日もリラックスしてゆっくりお話していきましょあきらさん、実は昨日テレビですごく面白いニュースを見たんです。今日のテーマはそれについて話したいなと思って。う。へえ、どんなニュースですか？最近日本で退職代行サービスを利用する若者が急増しているというニュースです。退職代行ですね。確かに、ここ数年ですごく有名になりましたね。会社を辞めたい時に自分の代わりにお金を払って会社に伝えてもらうサービスですよね。そうです。初めて聞いたとき、私は本当にびっくりしました。だって自分で辞めますと言えば無料なのに、わざわざ数万円も払うなんて信じられなくて。確かに、海外の人が聞いたら、なぜと思うかもしれませんね。自分で言うだけでいいのにって。でもテレビのインタビューを見ていたら、少しずつ、なるほどなぁと理解できる部分もあったんです。日本の職場のプレッシャーって特別じゃないですか？そうですね。上司が怖くて言い出せなかったり、辞めると言うと怒られたりする職場も残念ながらまだありますからね。ええ。だから今日は、ただ日本のサービスは変わっているねで終わるのではなく、どうして日本ではこういうサービスがビジネスになるのか、その背景を一緒に考えてみたいんです。すごくいいテーマですね。表面的な面白さだけでなく、日本の社会文化を深く知るチャンスになりそうです。退職代行の他にも、日本には代行と呼ばれる自分の代わりに誰かが何かをしてくれるサービスがたくさんありますよね。はい。例えば、レンタル友達とか結婚式の代理出席とかですよね。これもよく話題になります。結婚式の代理出席は、結婚式に呼べる友達が少ない時にお金を払って友達のふりをして式に出てもらうサービスですね。そうなんです。ひどい場合は、両親のふりをしてくれるレンタル家族もあるって聞きました。結婚相手の親に挨拶に行くときとかに、自分の親の代わりに雇うらしいです。親までレンタルするなんて映画の世界みたいですね。でもそれが実際にビジネスとして成り立っているのが現実です。最初は嘘をついてまでどうしてそこまでするのってちょっと否定的に思っていたんです。ゆいさんはどうしてそこまでするんだと思いますか？やっぱり世間体、つまり他の人からどう見られているかをものすごく気にするからじゃないでしょうか。世間体ですね。結婚式で新郎の側には友達が50人いるのに、新婦の側には友達が3人しかいないと恥ずかしいと思ってしまう。そうそう、本当は友達の数なんて人それぞれでいいはずなのに、普通はこれくらいいるべきという見えないプレッシャーがあるんですよね。その通りですね。普通でなければならないというプレッシャーが、こういうサービスを生み出している一つの原因だと思います。そう考えると、利用している人たちはただ嘘をつきたいわけじゃなくて、必死に自分を守ろうとしているのかもしれないですね。ええ。社会の期待から自分を守るための防衛手段とも言えそうです。もう一つ、これらのサービスの根本にある日本の文化について話したいんですが、ゆいさんは何だと思いますか？もしかして、迷惑をかけたくないという文化ですか？まさにそれです。日本の子供たちは小さい頃から人に迷惑をかけてはいけないと強く教えられて育ちます。本当にそうですよね。私も親から何度も言われました。でもそれがどうして代行サービスにつながるんでしょうか？例えば、先ほどの退職の話に戻りましょう。仕事が辛くて辞めたいとき、普通なら上司に伝えますよね。でも、自分が辞めたら残った人たちに仕事が増えて迷惑がかかると考えてしまうんです。すごくわかります。私も前のアルバイトを辞めるとき、店長に言うのが申し訳なくて何ヶ月も我慢してしまいました。
その申し訳ないという罪悪感が日本人にはとても強いんです。直接相手の目を見てやめますというのはものすごいエネルギーが必要なんですよね。なるほど。だからお金を払ってでもその気まずい瞬間や罪悪感から逃れたいって思うんですね。第三者に間に入ってもらうことで直接衝突しなくて済みますし。その通りです。日本の社会は個人の権利よりもグループの調和を大切にします。だからグループから抜ける行動はある意味で裏切りみたいに感じてしまうんです。裏切りですか。それは重いですね。でも自分の人生なのに会社にそんなに気を使う必要はないと頭では分かっているんですよね。頭では分かっていても感情や文化的な刷り込みが邪魔をする。そこをビジネスで解決するのが退職代行の賢いところなんです。確かに合理的ですね。感情の負担をお金で解決しているということか。なんだか少し利用する人の気持ちが分かってきました。グループの調和といえば、日本語には空気を読むという独特の表現がありますよね。はい。言葉で言われなくても、その場の雰囲気から相手が何を求めているかを察して、それに合わせる行動をすることですよね。この空気を読むというスキルは、人間関係をスムーズにする反面、すごいプレッシャーにもなります。そうなんです。私は時々、この空気を読むことに本当に疲れてしまうことがあります。どんな時に疲れると感じますか？例えば、仕事が終わって早く帰りたいのに、先輩がまだ仕事をしていると、先に帰りますと言いにくい空気があるじゃないですか。すごくよくある状況ですね。いわゆる同調圧力。みんなと同じ行動をしなければならないというプレッシャーです。もし私がそこで空気を読まずに帰ったら、次の日、職場の雰囲気が悪くなるかもしれない。そう考えると、自分の意見を我慢してしまいます。だから会社を辞めるときや何かを断るときのような空気を壊す行動を自分でするのが怖くなるんですね。はい。退職代行はその一番大変な空気を壊す仕事を専門のプロに任せているんだなって、そう思うとなんだか納得してしまいます。自分の代わりに悪者になってくれる盾のような存在なんですね。ええ。職場に限らず、日本社会は常に誰かの目や空気を気にしなければならないから、こういうサービスが育ちやすい土壌があるんだと思います。職場の話から少し離れて、プライベートなサービス、レンタル友達について考えてみましょうか。レンタル友達、一緒にカフェに行ったり、写真を撮ったり、話をただ聞いてくれたりするサービスですよね。はい。本当の友達を作ればいいのになぜわざわざお金を払うのか、ゆいさんはどうしてだと思いますか？さっきの空気を読む話ともつながりますが、本当の友達付き合いって実はかなりエネルギーを使うからだと思います。エネルギーですか。具体的にはどんなことですか？例えば、友達の愚痴を聞いてあげたり、誕生日をお祝いしたり、相手の機嫌を悪くしないように言葉を選んだり。なるほど。人間関係を維持するためのメンテナンス作業ですね。これを日本では人間関係の疲れと呼んだりします。そうです。私、実はこのサービスが支持される理由少しわかるんです。お金を払っている関係だからこそ、相手に全く気を使わなくていいんですよね。そうですね。サービス業と客という関係なので、自分の話したいことだけを話して相手の悩みを聞く必要はない。わがままになれるんです。それって人間関係に疲れ切っている現代人にとってはすごく心地よい最高のリラックス方法なのかもしれません。面白い視点ですね。友達をレンタルしているというより、気を使わなくていい時間を買っているんですね。ええ、
相手がプロだと分かっているからこそ、安心して自分の本音や弱音を吐き出せるんだと思います。でも、レンタル友達にはもう一つの使われ方がありますよね。SNS にアップするための写真撮影に付き合ってもらうというものです。いわゆるリア充アピールですね。自分はリアルな生活が充実していて、友達がたくさんいると見せかけるために。そうです。結婚式の代理出席もそうですが、他人の目から見て普通で幸せな人であるためのメンツを買っていると言えます。メンツを買う。でもそれってすごく寂しくないですか？後で写真を見返したとき、そこに写っているのは本当の友達じゃないんですよ。寂しいと思います。でも日本の社会では孤独であることや友達がいないことが失敗のように見られてしまう雰囲気がまだあるんです。ぼっちって言葉がありますよね。一人ぼっちであることを恥ずかしいと感じてしまう。ええ、その孤独や恥ずかしさ、そして気まずさ、そういった人間のネガティブな感情が全て見事にビジネス化されているのが現代の日本なんだと思います。孤独のビジネス化、すごい言葉ですね。ニーズがあるからサービスが生まれるわけですが、社会が人々の孤独からお金を生み出していると思うと、少し複雑な気持ちになります。確かに複雑ですね。ただ、そのサービスのおかげで精神的に救われている人もいるのも事実です。そうですね。恥ずかしくて結婚式を挙げられなかった人が、代行のおかげで素敵な式を挙げられたなら、それはそれで一つの助けになっていますよね。そこで、ゆいさんに聞いてみたいんですが、こういう代行サービスって本当に人のためになっていると思いますか？それとも、ただ困難から逃げているだけでしょうか？すごく難しい質問ですね。私は状況によると思います。例えば退職代行はひどい会社で心や体が壊れる寸前の人にとっては絶対に命を救うサービスです。逃げることは悪いことじゃないという時もありますからね。はい。無理をしてうつ病になるくらいならお金でサクッと解決して次へ進むのは非常にポジティブな逃げ方だと思います。なるほど。では、レンタル友達や恋人の場合はどうですか？そっちは少し心配になります。一時的な寂しさを埋めることはできても、本当の絆を作る練習にはならないじゃないですか。そうですね。コミュニケーションって傷ついたり失敗したりしながら学んでいくものですから、常にお金を払って完璧な反応をもらっていると、現実の複雑な人間関係に対応できなくなる危険はあります。だから薬みたいなものだと思います。痛みがひどい時の鎮痛剤としては最高だけど、ずっとそれに頼っていると根本的な病気は治らないみたいな。鎮痛剤という例え、すごくわかりやすいですね。あくまで一時的なサポートとして使うのが健康的だということですね。あきらさんはもしどうしても困った状況になったら、こういう代行サービスを使ってみたいと思いますか？正直に言うと私はあまり使わないかなと思います。そうなんですか？それはどうして？私はお金がもったいないと思っちゃうタイプなんですよ。退職するならどれだけ気まずくても自分で行ってそのお金で美味しいものを食べたいです。あきらさんらしい現実的な理由ですね。でも強い心を持っているから言えることかもしれませんよ。そうかもしれません。ゆいさんはどうですか？使ってみたいサービスありますか？私は実は謝罪代行ならちょっと使ってみたいなって思ったことがあります。謝罪代行。自分の代わりに謝ってくれるサービスですか？どんな時に使うんですか？仕事で大きなミスをして相手がものすごく怒っている時です。プロが間に入って相手の怒りを少し鎮めてから私が謝るなら気が楽だなーって。なるほど。クッション役になってもらうんですね。確かにトラブルの時に入るプロの仲裁はビジネスシーンでは役立つかもしれません。そうなんです。
怒鳴られるの本当に怖いので、でも基本的にはやっぱり自分の人生の責任は自分で持ちたいですね。ここまでいろいろ話してきましたが、ゆいさんはこの代行ビジネスの流行、日本だけの特有の現象だと思いますか？最初は日本ならではの変な文化だと思っていました。でもよく考えると違うような気がしてきました。というと、世界中で広がる可能性があると？はい。今は SNS が世界中で発達して、みんなネット上の表面的なつながりに疲れていますよね。リアルな深い人間関係を築くのが難しくなっているのは世界共通の悩みだと思うんです。確かに、現代社会では人々がどんどん個人主義になって、家族や地域のコミュニティが弱くなっています。いわゆる個人の孤立化ですね。そうなんです。だからお金で誰かのサポートや優しさを買うというシステムは日本がたまたま少し早くビジネス化しただけで、これから他の国でも似たようなサービスが出てくるんじゃないでしょうか。非常に鋭い意見ですね。日本ではすでに便利さを追求した結果、人間関係の煩わしさまでアウトソーシング、つまり外部に委託する時代になりました。人間関係のアウトソーシング。なんかちょっと怖い響きですが、それが現代のリアルなんですよね。ええ。ただ変だと笑うのではなく、その背景にある現代人の疲れを理解することが、これからの社会を考える上で重要になりそうです。さて、あっという間に時間が来てしまいました。今日は本当に深く考えさせられるテーマでしたね。そうですね。今日は退職代行やレンタル友達といった日本の特殊なサービスについて話しました。迷惑をかけたくない文化や空気を読むプレッシャー、そして人間関係の疲れ。ただの変わったサービスではなく、日本の社会や現代人の心が見えてきました。リスナーの皆さんはどう思いましたか？皆さんの国にも人間関係の疲れを解消するようなサービスはありますか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や皆さんの国の面白いサービスについて教えてくださいね。このエピソードが少しでも面白いと思ったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。あ、そうだ。今日のポッドキャストで私たちが話した内容の完全な日本語と英語のスクリプトは固定コメントからダウンロードできるようになっています。わからない単語や表現があったら、ぜひスクリプトを見ながらもう一度聞いてみてくださいね。日本語の勉強にすごく役立つと思います。皆さんの日本語学習をこれからも応援しています。それでは今日のチャットはここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。